どうも皆さんこんにちは。今日はこちらデイティ V マイク D4 Duo です。これ何が特徴かっていうと、こっちからの音もこっちからの音も同時に収録することができます。一般的に Vlog マイク的な位置づけで販売されているマイクって指向性のものが多いですよね。指向性って何かっていうと、例えば今使っているこのマイクもそうなんですけど、マイクが向いている方向、こっちの音はクリアに拾うんだけど、マイクの後ろ側の音、こっち側の音はクリアに拾わないっていう設計になっています。それがこのマイクはこっちからの音もこっちからの音も同時にクリアに拾ってくれるっていう、今現在でもちょっと珍しいタイプのマイクです。私が知っている限りではこうやって両端の音を拾ってくれるマイク、あと2つあるんですけど、それね、過去に動画作ってあるのでよかったらそちらもご覧ください。で、こちらのトラックスショットは私の使い方が悪かったかもしれないので、もう一回ねテストしたいなとは思っています。それから私の過去動画の中にいろんなタイプのマイクを聞き比べている動画があるので、それもよかったら見てください。それではこのマイク D4 Duo について詳しく見ていきます。まずこれ電池不要のプラグインパワー方式のマイクですので、カメラにマイクを差し込むだけで使用スタートできます。もちろん最初にカメラ側でマイク音量設定はしておかないといい音は取れないです。で、横から見るとこんな感じで長い方と短い方とあります。これは長い方がフロント、短い方がリアということになってます。今日の撮影ではリア側の音声は必要ないんだよなっていう時は、ここのスイッチでリア側をオフにしておくこともできます。パターン的にはフロントだけオンにしてデュアルモノ出力するっていう使い方と、リアとフロント両方ともオンにしてステレオ出力するっていう使い方ができます。リア側だけ使うっていう使い方はできないです。どんな時にこのマイク両方ともオンにするのかっていうと、パッと思いつくシーンとしてはインタビューですね。カメラの後ろ側に立ってカメラを操作しながらインタビューをするとか、そういった時に便利なんじゃないかなと思います。それからワンオペ旅ブログ撮影とかをする時に、こんな感じでね、カメラを構えて、今どこどこに到着しました、ちょっとこの景色見てくださいとか言ってカメラを向こう側に回転させる時ありますよね。そういう時にこのマイクがあれば、カメラの向きを変えてもマイクの向きを考えずに喋り続けることができます。それからこんな感じでマイクを横向きに設置すれば、右から左に左から右に移動するような音を、例えば車とかバイクが目の前を通り過ぎていくような音を立体的に収録することができます。私がパッと思いつくようなシーンはそれぐらいなんですけど、多分ね、もっと使用シーンたくさんあると思います。マイク本体のサイドにインプットアウトプットとあるんですけど、カメラにつなぐこの付属のケーブルはアウトプットという方に差し込みます。じゃあこのインプットって何かっていうと、ここに他のマイクを接続することができるんですよ。例えばここに無線のマイクを接続したり、ピンマイクを接続するとかいった使い方ができます。で、これ高性能なのが、フロントの音声とリアの音声が左右別々のチャンネルに入るっていうところです。ということで、編集の時にこっち側で撮った音とこっち側で撮った音を別々に編集することができます。フロントの音声は左チャンネル、リアの音声は右チャンネルに入ります。で、さっき言ったこのインプットにつないで使うピンマイクや無線マイクで収録する音はリア側の音声として認識されます。この左右別々のチャンネルに音声が収録されるのって何がそんなにいいのっていう話なんですけど、例えばさっき言ったようなワンオペ旅ブログの撮影の時、こんな感じでカメラの向きをシームレスに向こうにしたりこっちに向けたりとかすることありますよね。カメラを自分の方に向けて自撮り撮影している時っていうのは、マイクと自分の口元って結構距離が空きますよね。だいたい30センチとか40センチとか空きます。で、反対に目の前のものを撮影していて自分が後ろから喋っている時っていうのは、だいたい口元とマイクの距離かなり近くなります。こうやって口元に近いところで喋っているのと口元から遠いところで喋っているのではね、やっぱり音声にだいぶ違いが出てくるんですよ。そういった場合にこっちの音とこっちの音が別々に収録されていれば、編集時にトーンを合わせることができます。それから編集の時に今フロントの音いらないから消しておこうとか、リアの音いらないから消しておこうとか、ちょっとリアの音が大きすぎるから小さくしておこうとか、そういうコントロールも自由自在にすることができます。
これすごく便利な機能だと思います。こんなに小さいのにかなり高機能です。それから付属品でこういうウィンドスクリーンがついてきます。これ今画面で見ている分には分かりにくいと思うんですけど、こっちがリア用でこっちがフロント用。大きさが違います。ただこのウィンドスクリーン、こういうコンデジに載せるとかなりね、存在感がすごいです。マイクの質とは全然関係ない話なんですけど、どうしてこのウィンドスクリーンって大体グレーなんでしょうね。私黒の方が嬉しいんですけどね。では屋外で音声取ってきたのでちょっと聞いてみてください。さて今から外で撮影をしていくんですけれども、今ね雨が降ってるんですよ。ここね屋根があるところで撮影をしているんですけれども、目の前をね車が結構バンバン通っていくので、そういう環境音とか車の通る音とかも聞いてもらえるんじゃないかなと思います。今これ ZV-1 使って撮影しているんですけれども、やっぱりねこのウィンドシールドコンデジに乗せるにはちょっと大きいんじゃないかなって感じがします。でマイクの重さはそんなに感じないです。これねマイク本体 40g なのでねだいぶ軽いと思います。で今フロントマイクのみオンにして撮ってるんですけれども、音声どうでしょうか。ちょっとねマスクして喋ってるので違う意味で声がちょっとねこもってるかもしれないです。で今私の口元とマイクの距離はだいたい3、40センチぐらいなところです。音声どうでしょうか。今ねちょっと車横通ったりとか、それから後ろでサイレンが鳴ってたりとかするんですけれども、音声どうでしょうか。一応このマイク使って屋内でテストはしてみたんですけど、まだね屋外で撮ったことがなかったんですよ。なのでこれがね初めてのテストです。今ねまた後ろでサイレン鳴ってますけど、音声どんな感じでしょうか。では次はフロントとリア両方オンにしてステレオ設定で撮ってみます。今ねフロントのマイクに向かって喋ってます。音声どうでしょうか。音声どうでしょうか。今ステレオ設定でフロントマイクに向かって喋っているということで、私の声は今ね主に左から聞こえていると思います。イヤホンとか使って聞いてもらうと分かりやすいと思います。さっきと同じで私とマイクの距離はだいたい3、40センチぐらいなんですけど、これステレオ設定なのでリアの音も収録されてるんですよ。なのでちょっとねさっきとは違った感じの音になっていると思います。ちょっとね車が後ろの方を通っていったので車の音とかもね入ってるんじゃないかなと思います。今聞いてもらってる音は音声編集してない音なんですけれども、後ほど、音声編集をしてリアの音を消したものを聞いてもらおうと思います。では次はフロントとリア両方オンにしてステレオ設定で撮ってみます。今ねフロントのマイクに向かって喋ってます。音声どうでしょうか。音声どうでしょうか。今ステレオ設定でフロントマイクに向かって喋っているということで、私の声は今ね主に左から聞こえていると思います。イヤホンとか使って聞いてもらうと分かりやすいと思います。さっきと同じで私とマイクの距離はだいたい3、40センチぐらいなんですけど、これステレオ設定なのでリアの音も収録されてるんですよ。なのでちょっとねさっきとは違った感じの音になっていると思います。ちょっとね車が後ろの方を通っていったので車の音とかもね入ってるんじゃないかなと思います。今聞いてもらってる音は音声編集してない音なんですけれども、後ほど、音声編集をしてリアの音を消したものを聞いてもらおうと思います。では次はフロントマイクだけをオンにした状態で、マイクの後ろ側から喋ってます。音声どんな感じですか。マイクと私の口元の距離が結構近いんですよ。今ね多分10センチぐらいかな。それぐらいのところで喋ってるので、思ったよりはね結構クリアに音声取れちゃってるんじゃないかなと思います。どうだろう、雨の音とかも入ってるかな。音声どうでしょうか。今フロントだけオンにして後ろから喋ってます。音声どうでしょうか。で次これはリアとフロント両方オンにしたステレオで撮ってます。音声どうでしょうか。音声どうでしょうか。私はねカメラの後ろ側からリアマイクに向かって喋ってます。だいたいね口元とマイクの距離は10センチぐらいです。この雨が降ってる音とかこういうのも聞いてもらえたらいいかなと思います。
ちょっとね今水たまりの上歩いてるんですけれども、この水たまりの上歩いてる音とかも入ってるかな。まず一番最初のモノラル設定なんですけど、おそらくこのモノラル設定で使う方が一番多いんじゃないかなと思います。音質も良かったですよね。ボリュームはマイナス12デシベル前後になるように設定して撮ってました。で、次のステレオ設定での自撮りシーン。これはやっぱり後編集なしの音声は聞き取りづらかったですね。喋っている側と反対側の方の環境音がバンバン入ってきちゃうので、ちょっと声に環境音がかぶさっちゃって声が小さく聞こえましたね。音声の編集にはプレミアプロを使ったんですけど、編集の仕方とかは YouTube に結構たくさん載っているので検索してみてください。で、次モノラル設定でリア側から話した場合、これもね完全に使えないっていう音声ではないですけど、やっぱりこもった感じになっててクリアな音声ではなかったですね。で、次ステレオ設定でリア側のマイクに向かって話した時です。これはマイクと口元の距離が10センチぐらいしかなかったっていうのもあって声もすごくクリアに拾っていたし、それから目の前の環境音もいい感じで拾ってくれていて良かったと思います。なんか目の前で起こっていること、スポーツとかね、お祭り何でもいいですけど、それを後ろから実況するっていう使い方に向いているなと思いました。全体的な音質もこのクラスのマイクとしてはね結構いいと思います。で、外で歩きながら撮影をしているシーンでガタ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 ノイズが入ってきちゃってたんですけど、音声どうでしょうか。今フロントだけオンにして後ろから喋ってます。音声どうでしょうか。それね、この黄色いケーブルがショックマウントに当たっちゃってガタ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 音が鳴ってたんですよ。本来このケーブルはここの溝に固定できる作りになってるんですけど、私撮影中固定してなかったので音が入っちゃってました。こんなにコンパクトで左右別々のチャンネルに収録ができるマイクって他にないので、 Vlog 撮影される方ねぜひ検討してみるといいと思います。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。